日記チャンネル。はい、日記チャンネル始まるよ。はい、ということで皆さん、私見えましたでしょうか。今あそこら辺の階段を駆け上がってきたんですけれどもふい。はい、ということで始まりました日記チャンネル。本日はどこからお送りしているかと言いますと、私は今大学にいます。大学っぽい？どうかな？大学っぽいですかね。まあすごく変な構造をしている大学なんですけれども、置いといて、私がなぜ今大学から動画をお送りしておりますかと言いますと、大学から動画をお送りしているかと言いますと、最近日本語が下手になってる。これテイク3だよ。はいはい、私がなぜ現在大学から動画をお送りしているかと言いますと、今回はなんと新シリーズ留学のすすめということで第1回でございます。拍手ありがとうございます。誰もいないです。早速新シリーズの説明をしたいところなんですけれども、今これを見てくださってる皆さん、お前誰っていう話だと思うので、まずは簡単に私の自己紹介からさせていただきたいと思います。名前はニキと申します。本名はニコールです。イタリア人の友達にあだ名としてニキをつけてもらって、それを、気に入って使っております。ニキとして以後お見知りおきを。見ての通りピュアな日本人ではなく雑種でございます。日本とルーマニアのハーフでございます。出身は東京です。日本で、ほぼ生まれ育ちました。小学校と中学校は、ローカルな地元の学校に通って、そして日本の高校を卒業した後に日本の大学には進学せずに1年間ギャップイヤーとして英語を学ぶ期間を設けて、オランダにあるユトレヒトの大学に通っております。この大学はユトレヒトにある University of Applied Science という大学で、私は今経営学を専攻している2年生です。話せる言語は日本語と英語とルーマニア語を少しです。英語はもともと話せたわけではなくて、皆さんと同じ日本の義務教育の英語を学んで成長したので、もう全然喋れなかったです。なのでそこら辺は自分で頑張りました。お母さんはルーマニア語を喋るので、英語も喋れるんですけど、もう忙しいので私は独学で勉強をしました。あとは自己紹介といったら、好きな食べ物興味あるかな。好きな食べ物は焼き鳥とおでんと油そばです。今食べたいのはキムチ鍋です。日本食が恋しい。日記チャンネル登録してね。というわけで新シリーズの紹介に入りたいと思います。この留学のすすめシリーズは、私が今経験しているオランダ留学のあれやこれやをフィルター返さずに、もう生でお家どうやって探したのとか、大学どうやって入ったのとか、英語大変ですかとか、そもそもオランダ英語喋るのとか、そんなあれやこれやをもう解像度バリ高で、お送りしたいと思います。これをね見ている今学生の皆さんや、社会人になって仕事をもうもらってるけど、今のままのキャリアで大丈夫なのかなとか、留学してみたかったのにできてないなとか、留学に興味のある方全ての人にこのオランダ留学やヨーロッパ留学に関しての情報を、発信していけたらなと思っております。ヨーロッパ留学は夢じゃないよ、できるよ、あなたにもできるっていうことを、金銭的な面からも、しっかりサポートしつつ、お話ししつつ、
皆さんのお力になれればなと思っております。日記チャンネルまだまだ続くよ。まずオランダって英語通じるのっていう話なんですけれども、なんと皆さん英語話せるんですね。ありがたいことに。オランダではオランダ語が共通語として話されているんですけれども、第二言語として英語も皆さん話すことができるので、大学はもちろん英語のコースがありますし、スーパーやジムや公共交通機関など公共の施設全般では英語が通じます。なので私は今もう1年半2年目なので1年半ぐらいオランダにいるんですけれども、英語で事足りちゃってるっていう事実があります。オランダ語のコースももちろん無料で受けることができるんですけど、私去年めちゃめちゃ英語ができないまんま入ってきたので、もちろんテストは受かったんですけど、やっぱり実践の英語っていうのは全然違くて、自分の主張したい意見とかっていうのが全然思ったように発言することができなくて、すごく苦しかったので英語の勉強を去年は頑張りました。今年はもうちょっと少しずつオランダの語の勉強もできればなと思ってるんですけど、まだまだでも学びたいと思ってます。ということで、私は今先ほども言ったようにこの大学では英語で全てクラスを受講しています。私の大学に限らずオランダで有名なエラスムス大学だったりロッテルダム大学、アムステルダム大学だったり、そういった大学、あと日本ではライデンも有名かな、ライデン大学だったり、そういった大学も英語の、授業があります。なのでまず第一関門といいますか、オランダ留学ってオランダ語を学ばなきゃいけないのっていう質問に対しては No! 英語で事足りますっていうことを伝えたいです。結構ヨーロッパに留学されてる YouTuber さんだったりとか、スイス留学、ドイツ留学なされてる方ってやっぱり英語で事足りるってことを言ってると思うんですけど、そうなんですね。ヨーロッパ結構英語の授業があります。でもちろん授業だけじゃなくてプレゼンや試験や最終課題、論文なども全部英語で、卒業することができるので、言語に関してはあまり不便はしません。日記チャンネル。そして私がこの動画第1回、留学のすすめシリーズでメインで伝えたいことは、海外留学もそうなんですけど、なぜオランダかっていうことと、なぜヨーロッパなのか、英語圏ではない非英語圏を選んだかという理由についてです。具体的には3つあります。まず皆さんが一番気になる金銭的、理由です。オランダ留学高いと思われている方がいらっしゃると思いますが、現在私この大学26万前後30万以下で通っております。加えて国からの給付金ももらえるので、金銭面に関しては日本の大学とあまり変わらないかそれ以下だと思います。日本の国公立は50万前後で、私立私大は100万から150万ぐらいかかると聞いたことがあるので、それ以下だと思いますね。はい。それに加えて他の金銭面、やっぱり皆さん気になるオランダの生活費なんですけれども、ぶっちゃけ言いますと日本よりはちょっと高いイメージ。でも物によるかなっていう気もしますね。消費税が 21% なのでなかなか高いんですけど、野菜やパンとか生活必需品と認められるものは 9% に抑えられているので、実質日本とあまり変わらないんじゃないかなっていう気もします。ただ外食をするときはめちゃめちゃ高いです。だから私はもうほぼ自炊してます。そんなにめちゃめちゃ裕福なわけじゃないので頑張って節約してます。私がなぜユトレヒト、オランダの中でもなぜユトレヒトを選んだかというと、第一に治安がいいからですね。やっぱりアムステルダムの方に行くといろんなもっと大学があるんですけど、アムステルダムはマリファナが合法だったりとか、夜結構騒ぐ人がいるのでヨーロッパの中でもかなりやんちゃなシティだと思いますね、アムステルダムは。ユトレヒトはアムステルダムから電車で40分ぐらいのところにある町なんですけれども、
オランダ人が言うにはユトレヒトは学生の街だと言われているんですね。というのも大学だらけなんですね、このユトレヒトという街は。で、私が今現在いるこの大学はサイエンスパークって言われる一つの街みたいなものの中にあって、もうキャンパスが並び立ってるような環境です。そこにちょっとここにちょっと見えるこれも大学の寮ですね。ということで結構治安がいいです。もう大学生ばっかりで、あとは昔から住んでるお年寄りの人とか仕事で来ている方だったりとか、結構治安がいいのが特徴です。夜も一人で歩けますね、ユトレヒトなら。アムステルダムはちょっと怖いですけど、でもアムステルダムでも一人で歩けるぐらいですね。はい。そして最後、最も大事な私が今回言いたいことなんですけど、ちょっと飽きてきたんでコーヒータイム入ります。どうぞ。そして最後に私がなぜヨーロッパの中でもオランダを選んだかと言いますと、これがやっぱ一番大きい理由として文化的要因を挙げたいと思います。堅苦しく言いましたが、この文化的要因は端的に言いますと、いろんな国の人が集まってるからっていう理由です。オランダは特にそのヨーロッパの中でもいろんな国際色が豊かな人が集まっているので、もう大学にいるだけで世界中いろんな人と交流しているような気分ですっていうか実際にそうです。私が1年生の頃のクラスメートは 40% ぐらいがオランダ人で、 30% いかないかな、 20% ぐらいがドイツ人で、その他にポルトガルだったりイタリアだったりスペインも結構多いですねとか、もう他のヨーロッパ諸国、あとルーマニア、私のっていうか私のじゃないんですけど、ルーマニアからも来てる方もいましたし、中国とか韓国、あとは驚いたんですけど、結構インドネシアとかフィリピンとかアジアにルーツを持った方が結構いらっしゃるんですね。本当に世界中いろんな国から、あとアフリカから来てる人もいました。なのでもう本当世界中いろんな大陸、アメリカからもいたわ、そういえばアフリカもいたし、もう本当大陸いろんなところから来ているので、文化的な背景のお話になると、例えば私の国ではこの表現はこういう風にするんだよっていう話になると、もうヒートアップしていろんな人がこう、私はこう、私はこうなんだよっていう話になって、すっごい面白いし、たわいのない会話の中でいろんな視野を、パースペクティブを持った人の意見を聞くことができるので、それはすごく自分を見つめ直す新たな機会にもなりましたし、違う人の視点に自分が立ってみて考えるいい機会にもなりました。すごくいろんな人がいます、とにかくそれがやっぱ圧倒的理由ですね。ニキチャンネル、最後まで見てくれたそこのあなた、もう大好き。はい、ということでまとめなんですけれども、端的に言いますと、金銭的要因、第2要因としては環境的要因、やっぱり治安がいい、あと景色がいい、そこの環境的要因もうちょっと伝えたかったな。今度、それも動画撮りたいと思います。もう本当に街中が綺麗で、いるだけでこうデトックスされるっていうか、すごくもうリフレッシュというか、東京とは全く違う環境の中で勉強できることがすごく幸せです。それに加えて最後の一番大きい文化的要因ですね。いろんな国際色の方がいて、いろんな人の価値観や、意見を知ることができる。さらにそこに加えて自分も日本代表としてじゃないけど、みんながこう日本人ってこういうところがいいよねっていうのを一人でこう全部自分のものとして受け取ることができるのが、なんかちょっとわがままだけどすごく、
嬉しい日本人として生まれてよかったなっていう、ルーマニアも入ってますけど日本で生まれて育ってよかったなって思うところがすごくあって、自分のアイデンティティのこう確率というか自己肯定感も高まったし、自分の自信もすごく高まりました。それがやっぱりオランダに来て一番良かったことです。ということで、次回の動画ではもう少しお家ってどうやって探したの、学校ってどうやって入るの、そういった、もっと、アドバンスな情報に関してもう少し詳しくシェアできたらなと思っておりますので、ぜひそちらもチェックしてくれたら嬉しいです。それから忘れていた、この留学のすすめシリーズなんですけれども、私まだまだ初心者ですし、いろいろ知っていかなきゃいけないんですけれども、皆さんがどういう疑問を持ってるかっていうのも、シェアしていただけたらすごくフィードバックにつながるので、ぜひぜひコメントでちょいちょいなんでこういうことを答えてくれないのとか、ちょっとこういう質問あるんだよっていうのを少しでも感じたらもう殴り書きでもいいので、ぜひコメントしてくれたら嬉しいです。真摯に答えさせていただきたいと思います。はい、チャンネル登録を忘れずにお願いしますでは次回の動画でお会いしましょう。